こんにちは、月島です。今回はデジタル一眼カメラ E マウント用レンズソニー SEL35F18 を購入したので開封レビューをしていきたいと思います。また今回の動画のメニューですが6つの項目に分けて開封や購入理由のお話をしたいと思います。それでは開封をしていきます。内容物と購入したアクセサリーです。レンズ本体、フード、取扱説明書、保証書。購入したアクセサリーはレンズフィルター 49mm です。はい、それではフィルターを取り付けてレンズをカメラに装着してみたいと思います。はい、そしてフードがありますので取り付けてみたいと思います。取り付けるとこういった感じになります。今回初めてレンズについて学んだことです。カメラ初心者の方向けのお話です。単焦点レンズ、F 値、焦点距離と画角、光学式手ブレ補正機能。このレンズは単焦点レンズですので、ズーム機能はありません。自分自身が被写体に近寄ったり離れたりしてピントを合わせたり構図を決めます。例えばこのフードが被写体だとするとカメラを近づけたり離したりして構図を決めたりピントを合わせたりします。次に F 値はレンズの明るさのことで、この数値が低いほど明るい絵が撮れます。また同様に数値が低いほど背景がよくボケます。焦点距離と画角、よくレンズに何ミリから何ミリと書いてあります。これが一番とっつきにくい項目だったのですが、この数値が低いほど広角、つまり広い画角で絵が撮れます。また数値が大きくなるほど画角が狭くなります。ですので被写体との距離が必要になる場合があります。このレンズは 35mm でフルサイズ換算 52.5mm です。光学式手ブレ補正、手ブレ補正機能があるレンズがあり、まさにこのレンズがそうです。実は購入してから気がつきました。ソニーのレンズだとここに OSS と記載があります。
この記載があれば手ブレ補正機能があります。α6100 はボディ内に手ブレ補正機能がありませんのでちょうど良かったです。購入した理由です。単焦点レンズ、焦点距離、明るさ、たくさんの方のレビューを参考にしてこのレンズを選びました。ズーム機能のない単焦点レンズについてはその存在を知らないくらい知識がなかったのですが、今回単焦点レンズにしました。その場合、焦点距離が何ミリのレンズにするのか決めることになるのですが、フルサイズ換算で約50ミリが人間の目の感じに近い画角であることを知ったので、このレンズにしました。また、室内での撮影がメインなので、レンズの明るさも F1.8 であれば大丈夫かなと思いました。はい、いかがだったでしょうか。レンズに迷っている初心者の方の参考にしていただければ嬉しいです。私もまだまだなので、これから学んでいきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。